こんにちは、こんばんは、空白です。今回は約8000円で購入したこちらの激安 3D プリンターを紹介したいと思います。この 3D プリンターは EG3D の K9 という 3D プリンターで、今年にクラウドファンディングで支援を募って作られた最新の 3D プリンターのようです。本体サイズは割と小さめで、重さについても 1kg とそれほど重量はありません。プリント方式については FDM という方式になっていて、プラスチックの素材などを少しずつ積み重ねて造形していく感じです。対応しているフィラメントは PLA と TPU の2つです。もちろん激安なので中国製です。それでは開封していきましょう。こちらの袋には日本語の取扱説明書、PLA フィラメント、SD カードと SD カードリーダー、付属のネジとドライバー、USB ケーブルがありました。ここの方には本体と電源アダプターが入っていました。次は組み立てです。長いので早送りでお届けします。この商品の悪いところを見つけました。付属のドライバーには磁石がついてないんですけど、こんな奥にネジ穴があるのでネジを落としそうですよね。しょうがないので家にあったドライバーを使いました。もう一つ厄介な場所がありました。これです。本体下部にある基板と軸をつなぐケーブルがあるんですけど、このケーブルが硬すぎます。マジで入らないです。やっとの思いで入れれたのですが、これはやめてほしいですね。カーナビの配線みたいで厄介でした。完成しました。次はベッドの高さを調整していきます。フィラメントの噴出口とベッドの間に紙が入る距離感で、なおかつ適度な摩擦感を感じるように調整します。この調整をちゃんとしないと造形が失敗します。次に印刷方法の説明です。基本的には SD カードに印刷したいものの G コードファイルを入れ、本体に挿して使用します。ネットで拾ってきた STL 形式のファイルを付属のスライサーソフトを使い、G コード形式のファイルに変換できます。もちろん自前で STL 形式のファイルを作成し、G コード形式にすることもできます。付属の SD カードにはあらかじめテストプリント用のファイルが入っているようなので、実際にプリントしていきます。ボタンを押してプリント開始。1分ほど経つと動き出しました。音については割とうるさいです。完成しました。全体的にはよくできたと思います。ですが上の方が少し崩れているので、ここはちょっと嫌ですね。次は付属の SD カードに入っているスライサーソフトを使用していきます。説明動画がありましたが、すべて英語なので飛ばします。
スライサーソフトを立ち上げました。どうやら Unity で作られているようです。言語は中国語と英語のみ対応ですが、日本語化はできると思います。今回はこのままやっていきます。このソフトでは 3D モデルをどのように造形していくかを設定できます。また、大きさを変えたり、造形する向きも決められます。今回はソフトクリームのモデルを使用しました。早速ソフトクリームを印刷していきます。なぜか急に不安になってきましたね。ソフトクリームの印刷には失敗したのですが、おそらく SD カードの中に2つの G コードファイルがあったのが原因だと思います。印刷したいもののファイルだけを入れるようにしましょう。いかがでしたでしょうか。8000円の割にはよくできている 3D プリンターだなと思いました。今回紹介したEG3D-K9 についてはアリエクスプレスなどで販売されていて、価格は1万円台でした。ここで少し闇を感じたのですが、クラウドファンディングでの支援購入の金額が最低でも2万4000円くらいはしていた気がするのですが、アリエクスプレスとはかなり差がありますね。これは普通なんでしょうか。ちなみに Amazon でも調べたのですが、僕が見た際には売られてはいませんでした。ただ、同じメーカーの違うモデルのものが1万円を切るくらいの価格ではありましたね。概要欄にリンクを貼っておきますので、気になった方は見てみてください。調べていないのでわかりませんが、もしかしたらフリマサイトなどで安く売られているかもしれません。僕は中古で購入したので、ぜひ調べてみてください。最後まで動画を見てくださりありがとうございます。当チャンネルでは今後も 3D プリンターやガジェットの動画、Steam Deck に2280サイズの M.2 をぶち込む動画などを投稿する予定です。ぜひチャンネル登録、高評価をお願いします。ではまた次回の動画でお会いしましょう。